皆さんこんにちは。東京ベジライフです。今日はハーブが香るピザ5品をご紹介します。いつものお料理をより美味しくしたいと思ったら、舌で感じる味付けを足すのではなく、まずは鼻で感じる香りを足してみましょう。ハーブはそれぞれ体調や心を整える薬草効果があるだけではなく、多くは独特の香りを持っています。お料理に加えると他の食材を引き立て、全体を香りのベールで包んでくれます。どのハーブを使えばいいのか深く考える必要はありません。フレッシュなハーブがなければ乾燥でも構いません。自分の鼻を頼りにその日その時にいい香りに感じたものを使えばいいのです。それがシンプルなお料理をユニークで特別なものにしてくれます。ピッツァマリナーラはピザの生地にトマトソースのみを乗せたナポリピッツァの原点。ピザを生地から作るのは時間はかかりますが、作り方は複雑ではありません。強力粉 150g に全粒粉 150g を合わせ、塩小さじ1、ドライイースト小さじ1、オリーブオイル大さじ1、ぬるま湯 180cc を加えたらよくこねます。湿らせた布巾をかぶせ、35度に設定したヨーグルトメーカーを保温器にし、1時間ほど生地が2倍くらいの大きさに膨らむまで発酵させます。優しく押してガスを抜き、丸め直したら20分ほど置いて休ませます。トマトソースも同じく作り方はシンプルですが、時間は少しかかります。最近はフルーツのように甘いトマトが流行りですが、甘みが多すぎるとトマトソースはぼやけた味になってしまいます。加熱用トマトが売っていなければ、安売りしているあまり甘くなさそうなトマトを使えば OK。 熟しすぎて見切り品コーナーにあったトマトも加えます。複数種のトマトを使うと味に深みが増します。無水鍋をざく切りにしたトマトでいっぱいにしたら、小さじ2ほどの塩麹を加え、オリーブオイルを回し入れます。中火にかけ湯気が出たら弱火で10分。普通の鍋を使う場合はお水を足して弱火で煮込んでください。ここからが本番。中火で焦げつかないようにかき混ぜながらトマトソースになるまでひたすら煮ます。4等分して薄く伸ばした生地にトマトソースをたっぷりとのせ、スライスしたガーリックとフレッシュなオレガノを加えます。ピッツァマルゲリータにはバジルですが、マリナーラにはオレガノを。香りが強いと思われがちなオレガノですが、フレッシュなものを使えば繊細な香りでトマトの旨味を引き立てます。オリーブオイルを少し垂らしたら、魚焼きグリルで焦げつかないように火力を調整しながら、生地の縁がこんがり色づくまで焼きます。時間をかけて作ったホームメイドピザの味は格別です。週末のプロジェクトにいかがでしょうか。春の香りが口いっぱいに広がる和風ブラウンピザ。全粒粉 50g と玄米の米粉 50g を合わせ、塩麹小さじ1を加えます。 50cc から 100cc のお水を生地がまとまるまで少しずつ加え、よく練り合わせます。湿らせた布巾をかぶせ、20分から30分休ませます。トッピングにはキノコ2種と和のハーブセリを。セリは芳醇な香りが特徴の春の七草の一つ。日本全国に自生し、古くから食されていますが、あまり食べないという方が意外に多いもったいない食材です。3センチほどに切ったえのきとスライスしたしいたけ、ざく切りにしたセリを合わせ、少しの醤油麹と米油で和えます。あとは薄く伸ばした生地にのせ、魚焼きグリルで焦げないように火力を調整しながら、生地の縁がこんがり色づくまで焼きます。米粉が入ったブラウン生地はピザというよりオープンおやきのよう。一口頬張ればセリの香りが口の中いっぱいに広がり、春の訪れを感じられます。パリパリの生地にワオサラダをたっぷりと乗せていただきます。
生地には市販の春巻きの皮を使用します。春巻きの皮にオリーブオイルを薄く塗り、タイムを散らしたら上から皮を1枚重ねるを繰り返し5枚のレイヤーにします。タイムは殺菌効果や消化促進などの薬草効果が高いハーブ。プランターでも育てやすく、ハーブティーやお料理などでどんどん活躍してくれるので、常備してあると便利です。200度のオーブンで5分から10分こんがり焼き色がつくまで焼きます。生地にのせるサラダは基本のワオサラダと同様に作っていきます。ルッコラの葉の部分を水に浸し、よく水切りしたら冷蔵庫で冷やしておきます。苦味のあるルッコラに合わせるのは酸味と甘みが備わったイチゴとマジュラム。マジュラムはオレガノのファミリーとして知られるハーブ。お花畑のようなどこか甘い香りが特徴です。ルッコラの独特な味を柔らかくし、イチゴの甘さを引き立てます。ルッコラをオリーブオイルでコーティングし、塩を振り入れたらマジュラムとスライスしたイチゴを加え、マスタード、お酢を加え、さっと混ぜ合わせます。焼き上がった生地にたっぷりとサラダをのせたら出来上がり。タイムとマジュラムが生地とサラダそれぞれの引き立て役になり、苦味、甘み、酸味のハーモニーが心地よい一品です。フレッシュなコリアンダー、ライム、スパイス、ビーンズはメキシコのままの味。玉ねぎ、赤パプリカを小さな一口大に切り、カリフラワーをみじん切りに。チリパウダー、パプリカパウダー、塩、オリーブオイルをそれぞれ少々加え、よく混ぜ合わせます。オーブンで使用可能なフライパンなどの上にトルティーヤを1枚置き、茹でたまたは缶のブラックビーンズとニンニク、塩少々をブレンダーやフードプロセッサーでピューレ状にしたものを敷きます。上からトルティーヤをもう1枚重ね、スパイスとあえておいたお野菜をのせます。200度のオーブンで15分ほど野菜に火が通り、トルティーヤの縁にこんがり焼き色がつくまで焼きます。上にトッピングするのはフレッシュなコリアンダー。コリアンダーはタイ語でパクチー、中国語でシャンツァイ、スペイン語ではシラントロと呼ばれ、世界中のさまざまな国、地域でお料理に欠かせないハーブです。メキシコ料理ではフレッシュなコリアンダーの上からフレッシュなライムを絞りかけるのが鉄則。トルティーヤは縁はカリカリ、内側はブラックビーンズの水分でしっとりと仕上がります。メキシコ料理に馴染みがない方でも止まらなくなる美味しさです。焼きリンゴの味を手軽に楽しめるデザートピザです。小さめのリンゴを芯が真ん中に来るように薄切りにし、芯の部分を包丁またはクッキーの型で切り取ります。餃子の皮に薄くメープルシロップを塗り、ミルサーなどで細かく砕いたアーモンドをのせます。上からもう1枚重ね、合計3枚になったら上にリンゴを置き、ローズマリーの葉を添えます。ローズマリーはクリスマスを思い出させるウッディな香りが特徴のハーブ。ローストポテトなどのオーブン料理に合いますが、リンゴとの相性も抜群。180度に熱したオーブンで10分、200度に上げて5分、餃子の皮の縁に焼き色がつけば完成です。薄く切ったリンゴが程よく柔らかく、まるでミニアップルパイを食べているかのような気分になります。いかがだったでしょうか。今日はハーブが香るピザ5品をご紹介しました。シンプルな味付けでもハーブを加えるだけで味わい豊かなお料理になりますので、ぜひお試しいただければと思います。それでは See you next time!